今回走ったのは四国にある国道193号。いわゆるひどい道と書いて国道と言われる有名な道路になります。国道193号は香川、徳島、高知と縦断する道路。今回は徳島から香川方面に走りました。ご覧の通り急勾配の峠を越えることになります。しかも路面は荒れていて道幅も狭い難易度の高い道です。最後は高台の石積みという秘境スポットにも寄り道しますが、これがまた難易度の高い道でした。ここが今回のスタート地点。完成しているのになぜか通行止めとなっている橋。こっちの方が広い橋なのに、そんな綺麗な川からのスタートです。左が国道439号、右が193号です。そこそこ勾配はあるけれど、まだセンターラインのある走りやすい道ですね。ただ、ところどころに路面に苔があったり、ボコボコだったり、徐々に国道の香りがしてきます。お先です。撮影時期は9月で紅葉シーズンではないですが、路面に落ち葉が残ったのが走行台数も少ないんでしょう。ここから急に狭くなりました。関係ない、行け。道幅は車1台通るのでギリギリ。ところどころに離合ポイントはあるけれど、落ち葉が積もってるので要注意。これでも国道です。さて、どちらか。左でした。何？本線の方が細くて汚いので一瞬迷いますね。センターラインが緑色なんですが、こいつはくせゲロイカの匂いがプンプンするね。さすが有名な国道だけあります。もちろん登れば登るほど荒れてくるわけであって、少し心配になってきました。あ、郵便屋さん、この上に住居があるのでしょうか。崖崩れ、大木が滑り落ちてきてるよ。それだけ険しい道ということですね。道幅が細い上に急勾配が連続します。時刻は朝の7時頃。車の少ない時間だったからか、今のところ対向車なし。平日の通勤時間でもあるので、運が良かっただけなのか。広いスペースがあったので止まってみる。こんな森の中の道を走っています。さて、続きを走ります。峠のピークはもうすぐです。森が深いから当然かもしれませんが、
落ち葉や枝がかなり散乱しています。9月ですが、台風後とかではないです。おそらく普段からこんな感じなんでしょうね。こんな感じの路面状況が延々と続きます。朝日が眩しいとです。でも木漏れ日が爽快。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。ちなみに国道193号は全長 160km ほどありますが、今回走行したのはそのうち 20km 弱です。全部走破するのがいかに困難かわかりますね。路面の凹凸が結構ひどいです。峠のピークに近づいてきました。クララ峠、標高770メートル。ここから吉野川市に入ります。ちなみにクララといえば昔の日産ノートの CM。 これを思い出すのは私だけでしょうか。日産公式が狂ってましたね。国道193号は高知方面がもっと厳しいです。これでは物足りないという方はそちらを走ってみてください。下りは比較的路面は荒れてないですね。道路幅も気持ち広めのような気がします。ところでこんな道を走っていて楽しいのか。はい、楽しいです。特に BMW だからでしょうか。駆け抜ける喜びってやつです。こういう峠道って車の剛性が試されると思うんです。剛性が高いとビシッと思い通りに走ってくれるので、ストレスどころか爽快です。最高に入ってやつだ。林の中を走る道路はこの辺りまで。路面はこんな感じです。なぜすれ違う車が1台もないのか。いくら平日といえ不思議です。地元の人ですら避けて通らないのでしょうか。何やら雰囲気のある建物があったけど、標識があったと思ったら新しい道っぽい。
新しい道の計画はあるみたいです。さっき走ってきた区間をぶっ通すトンネルができるみたいです。着工してだいぶ経つようなスタレっぷりだけど、開通させる気はあるんやろか。この辺りまで降りてきたら国道193号はイージーモードですね。でもこの後の寄り道がしんどかったんです。国道193号はここまで。高貝の石積みという秘境スポットに寄り道。回りきれません。関係ない。行け。日本の里100選に選定され、文化庁の重要文化的景観にも指定されています。勾配といい、道路幅といい、軽トラも突っ込んでくるし、結論から言うと、この道は結構狭いです。ここは段々畑や住居を作るために石を積み上げたらしいです。すぐ左は崖。もし対向車が来れば交代しかないですね。しかもこんな急勾配だと難易度も高いです。看板の矢印を頼りに突き進みます。ちなみにこのルートは Google ストリートビューがないです。ないというか、来れないのかもしれません。一応この先に観光スポットがあるのでニーズはあるはずなんですが、ほぼ180度ターン。ところどころに2号ポイントが設置されてるけど、車同士は無理な狭さ。バイクぐらいしか対抗できない。いや、さっきから思ってたけど、この坂えぐいて。
どうやらこの辺りが高台の石積みポイントらしい。運転に必死すぎて見落とす。車を止めるポイントないですね。このまま進んでいいんやろか。この先はないのを指したようです。何？こんな坂でしかも狭いところで展開は結構な地獄です。もうダメだ。おしまいだ。この勾配は下りの方が怖い。止めれるかなと思ったけど無理やった。フロントリックこすりそう。関係ない。行け。なかなかの高さを登ってますね。車内から撮るしかねえ。運転に自信がない人はやめといた方がいいかも。やめとけやめとけ。となると徒歩ですかね。激しすぎてもう何が何だかわからなくなってますね。目が回ります。セニアか。この急坂を登るなんて結構トルクあるんですね。もしかして最近流行の電動キックボードより優秀なのでは。入り口まで無事に戻ってこれました。お疲れ様でした。このチャンネルでは主に BMW のメンテナンス方法、セダンで車中泊したり国道を走ったりしています。チャンネル登録、いいね、他の動画もご覧いただけると嬉しいです。ほなまた。